皆様こんにちは。シンガーソングライターのきです。はい、今日はですね、一応緊急動画として動画をアップさせていただいてます。はい、ほとんどの方ご存知だとは思うんですけど、私の大好きな韓国がですね、今すごい大変そうなんですよ。ただ私の勉強不足っていうこともあるし、日本の国自体があんまり外の情報を入れてくれないんですよね。だから恵まれている国っていうのは言われてますけど、危険を知らせる情報とかも入ってこないので、だから逆に危ないなっていうのは感じてるんですけど、私キバルンさんっていう YouTuber さんがいるんですけど、韓国出身で日本で活躍されてる YouTuber さんですね。今回のいろいろ問題が起こる前に、韓国の地下鉄の駅員さんがストライキを起こしたっていう動画を上げてて、でそれに私コメントしたんですよね。そしたら、こんな感じですごいいいねをくださって、ただのコメントだったんですけど、めっちゃ共感してくださってて、すごいありがたいなと思いながらそう思ってたんですよ。コメントでも申し上げました通り、やっぱりそのストライキ問題、その仕事の問題とかでは本当に頑張ってる人たちが報われる世界であってほしいなって思うんですよね。これは本当に日本と韓国問わず全世界でそういう世界であってほしいですし、この前私韓国旅行に行った時に地下鉄乗って間違えて急行に乗っちゃったんですよ。で全然意味わからないところに全然違うところに行ってしまって、で友達とあたふたしてたら日本語話せる韓国のお姉さんが助けてくれて、あったかいみたいないい人かっこいいなと思いながら、でありがとうございますカムサワニだって言ってもう出てったんですけど、そのお姉さんにもう一度会いたいっていうこともあったり、皆様ご存知、私は韓国の音楽が大好きなので、そしてドラマも見てるので、そこでも韓国に対してすごい好感を持ってて、あとは私前ねカフェで働いてた時に近くに韓国の会社があったからか、すごい韓国人のお客さんがいっぱい来てくれたんですよ。で何人か仲良くなって、韓国語をちょっと教えてもらったりとか、ドリンクを私がおすすめしたりとか、たまにお話ししたりしてたんで、何かとねやっぱり韓国の方とはご縁を感じてますし、もっと韓国のことを私知りたいなと思ってます。はい。で、韓国と日本ってすごい似てますけど、でも全然違う魅力があるじゃないですか。でそれはお互いやっぱり感じてることで、今まででもそういう政治とか歴史的なことが壁となって、その思いを伝えきれないっていう状態が続いてたと思うんですけど、で今回話題になってしまってるユン大統領に変わってからは日韓関係いい感じになってるんじゃないかなと思ってるんですよ。っていうのはユン大統領自体が日本のことをすごいよく思ってくださってるからですよね。日本人は割とそこをいいと思ってる人が多分多いと思うんですけど、特に韓国のメディアが好きな方はすごいユン大統領ありがとうって思ってる人が多いんじゃないかなとは思うんですけど、何があったんですか本当に何があったのマジで。今回ユン大統領が下した非常戒厳っていう国の中で最も重い強い権利を召喚させたんですよね。なんでかっていうはっきりは理由わからないんですけども、とある記事でちらっと見ただけなんですけど、ユン大統領が悪の勢力から国を守るためにこの決断を下したっていう風に言ってらっしゃって、確かにこの世界には光と闇っていうのが存在してて、闇が一切なくなるまでは光が戦い続けなきゃいけないなっていうふうには思ってるんですよ。本当に何があったかわからないんですけど、でも国民の方がデモを起こしてるじゃないですか。だから
もう私本当にハテナだらけなんですよそう日本人ほとんどの方が本当にハテナって感じなんですけど、そうっていうのはさっきも言った通り情報が本当に入ってこないんですよね。そう何をしたっていうのが分かりづらい。そう多分日本の方は割といい人そうやのになっていう印象で、なんでこんななってんのかなっていうのが多分すごい素直な感想だと思います。はい。さっきも光と闇の戦いって言いましたけど、これは漫画で言うと私の好きなドラゴンボールですよね。悟空とフリーザみたいな存在、あれが戦ってで悟空が勝つみたいな、そう光が勝つって感じで、そうやっぱり私たちの日常でも常にこういう戦いとか繰り広げられてて、まずねこういう問題が起こるってことは何かやっぱり改善しないといけない、まだまだ良くなるからこそ起こってるわけで、だからそこにね目をそらしちゃいけないですよね。私たちはメディアの世界とかでもそうですけど、やっぱり嘘が真実のように語られたりとか、真実が嘘になってしまってたりとか、本当にそういうのよくあって、やっぱりちゃんと正していきたいので、私も、ね、日頃の行いから正しくして正しさをちゃんと掴み取って、そして正しい情報を発信していかないといけないなっていうふうには思ってます。はい。ただメインはね音楽ですからね。そう私にできることって本当にこういう発信したりとか、音楽をしてたくさんの人をこう幸せにしたりとか、そうですね。あとはこれは人間がみんな本来持ってる最強の力だと思うんですけど、やっぱり願うことだと思うんですよ。祈りの力ですよね。そうこれはねこう言うとすごいバカにされちゃいそうなんですけど、でも皆さんでもね、大事な日、年明けてまず神社に行っていいことありますようにって願いますよね。もし大切な人が病気とかになったら良くなりますようにって願いますよね。でこれはもう本当に人間の最初で最後の人間にしかないやっぱり力なんですよね。この力の凄さっていうのは私も実感してますし、偉大な人たち、偉人とかはみんなこれをね知ってるんですよね。知ってるからみんなああやってすごい人になっていくわけで、そうだからね、こういう時こそやっぱりみんなで良くなるように願えば絶対その方向に行くしかないので、そうやっぱり心に思い描けるものってやっぱり現実できるので、それはいい方にも悪い方にも現実になっちゃうんですけど、だとしたらいい方にやっぱり変えていきたいじゃないですか。毎日願ってますよ本当に。でもまだまだね私も至らない点が多いので、叶わない理由としましてはその至らなさが原因だなっていうふうには思うんですけど本当に自分にねいつ何があるかわからないですし、この日本も今こうやって普段何気なく会社行ったり友達とおしゃべりしたりお茶したり家族と話したりっていう生活ができてますけど、それは本当にね当たり前じゃないんですよ。だからこの当たり前をしっかり大切にして感謝してっていう人が増えれば増えるほどそういう悪いことは絶対起きないと思うし、そう問題はね絶対起きないと思うので、一人でもやっぱりそういうマイナスな気持ちを持った人がいればそっちの方にどんどん転がっていってしまうので、だから最初に言った願いの力っていうのはやっぱりバカにできないなっていうふうには私は思います今こうやってね私が発信できてることにも感謝ですよね。私が感じてる幸せな気持ちを世界の人たちも感じててほしいし、もしそうでないところがあればそうなってほしいし、本当に思ってます。それははい。なんで今回私の大好きな韓国でいろいろ問題がね本当にお隣の韓国ですけどもどういう状況かわからないので、ほんの一部のその映像しか流れてこないから本当にね心配なんですよね。やっとですねさっきも言ったけど大統領変わってから
メディアの人たちがさらにお互いの良さをこう伝え合って、本当に関係がいい関係を築けてる気がするので、だからどうかお願いします私も韓国行きたいよ。そう、妹とね、春にもう10年ぐらい言ってましたね。私の妹が今大学4年生なんですけど、卒業したら一緒に韓国行こうねっていう約束をずっとしてたので、やっぱり叶えたいですよね。そうだからお願いお願いしますでね、私の今応援させてもらってる NCT のみんなが向こうにいるので本当に心配ですよ。はい、韓国の皆様が一刻も早く不安なく幸せな日々が来るように本当に願ってます。はい。これ私の動画全部日本語なので韓国の方に通じるか届くかわからないですけど一応字幕切り替えもできますけど編集してないので、そこは正しい韓国語が反映されないんでちょっとあれなんですけど、もしねこの思いだけでも韓国の方に届くのならば届いてほしいなっていうのが、はい、願いですね。もしね不安な方がいたら元気になってほしいなと思います。はい、じゃあ今日はねこの辺で失礼いたします。また次の動画でお会いしましょう。ゆきでした。